4歳の時だったんですね。もともと脳性麻痺という障害が分かったのは3歳なんですけど、母がこの子にバイオリンをもし与えたらリハビリになるかもしれない、手のリハビリになるかもしれないってことの母のねひらめきだったんです。それがきっかけです、バイオリンの。人にその音楽を聴いていただくってことも大事なんだけど、人とのつながりをすごい大事にしなさいって教わりました。一番の財産、音楽を僕実はバイオリンってやっぱりお金がかかる楽器なんですけど、いろんな方がね実は助けてくれたんです。本当に弓をねいろいろ貸してくれたりとか、バイオリンを貸してくれたりとか、メンテナンスもねちょっといいよって言ってくださったりもしたこともあって、だからそういう人とのつながりを大事にしていくことが大事かなって思うんですよね。でその中で本当僕なんか言うと生意気かもしれないけど、音楽って単純に言うと一人でやって満足しちゃうと本当に自己満足で終わっちゃう。でもそこに一人でも人とのつながりがそこにあったら、それは素敵なことだし、その人を励ますことができればもうそれは芸術は人の役に立ってるってことなんで、僕も時々体に余裕がないと忘れそうになっちゃうんですけど、音楽って人にとってかけがえのないものだってことが常に自分にとっても常に音楽やる上で大事にしていくの大事かなって思いますね。やっぱり音を伝えるシステムというのは、音のこの弦弾いた時のね振動で音を伝えるんです。表板と裏板だけど、それを振動を伝えるための部品がこの中に入ってるんです。ここからよく見ると小指くらいの大きさで、それは昆虫と言われる魂の柱という字を書くんですけども、それが昆虫というその木の部分がこの陸前高田市の奇跡の一本松でできています。そしてじゃあ後のこの木の素材、こういうところは何でできているかというと、実際にその制作者の中澤宗行さんという方が実際にその被災地の現地に入られて、実際バイオリンに使える木を瓦礫から見つけて作ったのがこのバイオリンで、バイオリン以外にもビオラとチェロがあるんですけど、これはバイオリン。単純にこのバイオリンの音はとっても柔らかいと思うんです。僕大好きなんです。なのでこれやっぱもうバイオリンって不思議なこと、特にアコースティックバイオリン、これ木でできたバイオリンって生きてるから100年200年経った時に音もっと変わると思うんです。古くなればなるほど。なのできっと僕は断言しちゃいますけど、名器になると。要するに平和と公正を保つために、例えば海をきれいにしようとか経済良くしようとか、教育もどんどん良くしていこうって、全てはその平和と公正ってすごい大きくて、でも公正って相当難しいんですよね。だってみんな違いがあるのは当たり前だし、僕でさえ障害を持ってていろんなことあったから、その障害を持ってない方々に対して自分から距離取っちゃったこともあるし、だけどもだからこそ大変なことだからこそ実現してほしいなと思うんです。でもそれってさっき言ったように人それぞれって苦労も全部違うから分かり合うことって難しい。それがしかも世界でいうと国民性も文化も全然違う。でもそういう文化って面白いとか、相手の気持ちを多分分かろうとする姿を見たら、多分すごくこういうの実現に近づく気がして、僕はそれですごい救われたので、だから僕はこの平和と公正を全ての人に本当にね難しいことだけど実現してほしいなとね思います。はい。